はい、見てください皆さん。これですよ、これ。人参であって人参でなくて、人参でなくて人参の味がする。今が旬、人参スープドキャロット、フランス語で人参のと、キャロットって言います。人参キャロット。はい、材料です。分量の、エマンセって言って、人参を皮を剥いて、皮がよく洗ったら皮つけてもいいんですけど、これは剥いてあります。薄く切っております。そして、玉ねぎも、薄切りにしております。そして炒めるオリーブオイル。じゃじゃじゃん。これ、前回作ったチキンブイヨン。ね。はい、チキンブイヨンもプリプリしてます。ゼラチンで。そして仕上げに、お好みで、ギャバンのジンジャーか、クミンか、カルダモン。味見した具合で、最後振って、味付けをいたします。人参のね、これから、美味しい時期なんですよ。なかなか難しいですよね。僕馬年なんですね。馬年で、実は僕の守り神がですね、なんと、このお馬さんなんです。見てください。ディープインパクト。ね。ディープ。僕は馬年で、もうディープとはすごく僕仲良しで、もうずっと亡くなる直前まで、必ず地元行って、ディープといつも会ってたんですよ。ね。同じ。で、ディープ、いろんな種馬っていうか、引退した馬いるんですけど、本当にディープのとこだけ、もうお守りがね、うわーってあるんですよ。で、それは馬主さんも、いや、これはもう、ディープインパクトだけですよ、みたいな。で、僕がで、話すと長い。で、これで今度皆さん、一本取りますんで、この話ちょっと忘れてください。じゃあ、本題に戻ります。人参の見分け方はね、なかなか難しいですよね。皆さんスーパー行って、どういう人参いいべか、みたいなね。で、今日はその難しいところ、ちょっとどういう人参を選ぶべきかということをお教えいたします。はい。アロマレッドっていうね、これ、ブランド品なんですけど、これはですね、主に我が北海道で作られてるんですが、この、アロマっていうのね、アロマティゼって言って香りのことを言うんですね。ですこれ食べるとですね、バラの香りと同じ成分がこの人参の中に、とても多いと。ね、そして苦味とか青臭さ、が少なくて甘みがあると。これはなかなかね、ブランド品なので、なかなか手に入りづらいと思うんですけども、あと、ね、もしチャンスがあったら、で、見てください。ね、まず、選ぶときにこの中の芯、これがね、ちょうど丸っこいのが芯ですから、この芯がずーっと中に入ってるんですね。で、この芯がなるだけ小さい方が、理想的です。そして、この周りが綺麗、キャベツもそうですよね。周りが綺麗だということが、第2で、あとこの艶ですね。艶が、艶がいいというのと、あとは、色が、濃い方が、このカロテンというが、色を成しているので、色が濃い方が、ツヤっとしてね、人間と一緒ですよね。そういうものをお選びください。見てください。これちょっとうちの、これは出汁用なんですけどね。で、これは結構安いのを買うんですけど、ブイヨン用、出汁用ですからね。見てください。なんかゴロンと大きくて、ね。で、ツヤもなんか、ね。こっちが、アルセはるかちゃんの肌としたら、こっちは三國シェフのザラザラ肌みたいな。僕ね、夏ザラザラでもう体中ニビアなんです僕。ですからニビアのカップ大体1週間に1本以上使っちゃいますよ。
もう、まあそんな形で、お選びいただければ、よろしいと思います。ね。私、馬年なんで、いっちゃいます。うん。バラの香りが、しないでもないです。はい、それでは、人参、キャロット、人参のポタージュ、中火にしていただいて、まず、玉ねぎを入れていただいて、この玉ねぎから甘みを引き出しますというのは人参はねそんなに甘みっていうのは甘くないのでこの玉ねぎを入れて玉ねぎからでどうしても物足りなければ蜂蜜とかね入れて甘みを補ってください。中火の弱火で玉ねぎから玉ねぎから甘みを引き出して、それからこれ玉ねぎと人参と私の魔法のチキンブイヨンだけなので非常にシンプルで、はい、中火でよくしんなりねできましたら、そこに人参を入れます。これも中火の弱火で、あまり強火で炒めないでください。強火で炒めると、甘みが出ませんので、だいたい中火の弱火でじっくりと、まあ我々のエチュベって言うんですけど、汗をかかせながらこう炒め煮なんですけどね、エチュベ。その技法が一番野菜が甘みが出る、炒め方です。ですから中火の弱火ですね。まあこの中に今はこれ旬を迎えてますから、季節がちょっと外れたら蜂蜜とかで甘みを補うのがいいと思います。はい。そうしましたら私の黄金のチキンブイヨンを入れます。はい、これも一回必ず沸騰させてから、中火でコトコトと、人参が柔らかくなりましたらミキサーでコインと回して出来上がりです。ちょっと味見をしてみます。まあ、これのねチキンブイヨン作った時チキンブイヨンだけでもめちゃめちゃうまみがありましたので、もうまだ塩コショウは必要ございません。十分うまみが、これやっぱこのチキンブイヨンがね味噌ですよね。必ず一回沸騰させてください。はいね、人参ですからちょっと皆さん見てください。これぐらいのアクは取りませんね。アクもまあ気にする人はアク取っていいんですよ。僕アクも力なりというシェフなのでこの程度のアクは取りません。はい、一回沸騰しましたので火を弱めて、まあコトコトと2、3分ですかね。2、3分煮てからミキサーで回します。はい、それでは、はい、2、3分経ちましたのでこれをミキサーでグイングインといきます。
はいミキサーでこれ余熱を取ってミキサー回してください。余熱を取らないと、この中が真空状態になってバーンと、破裂しますので、余熱を取ってからでミキサーは1回で回さないでグイン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 グイーンとはい見てください皆さん、これですよこれ、ほらね、このねちょっとこの皆さんこの見てください、この色ね、わかります？この色もうよくこれは我々プロの哲学なんですけど、火を通して新鮮、形を変えて自然っていう意味ですね。逆説なんですけど、火を通すということは当然濁るんですね。火を通しますから。で形を崩せば自然を壊すことになるんです。それを火を通すことによってあの時見た人参の色よりももっと鮮やかに新鮮に表現するっていうのはこのことなんです。火を通してなおかつそのものよりも新鮮に色を出す。これができたらもう三國シェフも、シャッポです。はい、でははい、そうしましたら、最後の仕上げをいたします。これ一回必ずこうやってね、こうとろみが自然にこれはこのとろみはね、どうしてとろみがつくかっていうと持ってる人参のこうパワーなんですね。パワーがあるとこうやって自然に濃度がつきます。もうとろっとね、みんな必ず一度沸騰させて、はい、味見をします。甘みもバッチリです。ほんの少しのお塩と、白い胡椒です。これにですね、何が合うか、カルダモンかジンジャーか、クミンかね、よいしょ。はい、それでは盛り付けます。私はやはりカルダモンを選びました。ちょっと中に入れてもいいんですけどね、上にちょっとトッピングの辺。はい、これで人参のスープの出来上がりです。これは今日はあったかいんですけどね、ちょっと冷やしたらチキンブイヨン入っていますからプルンプルンになると思います。ではいただきます。カルダモンをちょっとこうやって混ぜていただいて、
熱々。チキンブイヨンがね、僕が作ったね、自然な、お味。それがこの、なんていうんですかね、人参とね、融合して、全く別物。さっき話しましたけど、火を通して新鮮。それ逆説ですよね。火を通すと、生のものが火が通りますから。で、形を変えて自然っていうのは、例えば、トマトをピューレにする。人参をピューレにする。その時に、そのピューレを飲んだ時に、まざまざとその形、トマトであればトマトの色の形、人参であれば人参のオレンジ色のその形がこう表現される。それが我々のもう最後のそこを追い求めていくんですけども、火を通して新鮮、形を変えて自然、これができたらもう言うことないです。三國シェフに勝てます。こういうシンプルなお料理とかスープがやっぱり一番難しいですし、なかなかだと思います。今日合わすワインはフランス南ローヌ、ヴァントゥーブラン、グルナーシュブラン、クレレット酒でございます。なんか色もそうですけど、みかんの薄い味がして、でこの人参もね、どちらかというとみかんの色をしてますので、人参であって人参でなくて人参の味がするっていう、もうこれはもうダブルグーです。どうぞ、このお味を、本当にお子様とかね、お年寄りはもう本当喜ぶと思いますし、特に若い人はこういうピュアなね、旨味とか香りとかそういうものをぜひ感じてほしいですし、今年からまたね、コロナでいろいろ右往左往しますけども、こういうなんていうんですかね、本質的なお味を今年もお届けできると嬉しいと思います。グーです。